名優喜助です。どうも、喜助です。なんかちゃんとこうやって映ったのさ、思い出したんだけど 2,3 年前ぐらいにうちに来た時ぶりじゃない？そう、カバンの中身ね。そう、俺が喜助をカバンを取材して喜助は何もあげなかったやつじゃなかったっけ？それは違うね。俺撮ってない。俺撮ってない。何でもありだな。そんなんあったっけ？もうダメですね。喜助はね、毎日のようにもう会ってるんだけど、もう会話の割とさ、ほとんどがさ、AI の話ばっかりしてるじゃん。はい、そうですね。もう日々 AI。そう、特にクロードの話、パソコンで使えるソフトアプリをこうパソコンで開発してるプロセスって多分やっぱ初心者の人からすると、一歩ハードルが高いんじゃないかなっていうのはちょっと思ったんだよね。そうね。結局開発にも時間かかるから、トータルで見てもそれ結局かけた時間変わらんくねみたいな。そうだし、そもそもパソコンを家帰ってきてから開きたくないっていう人多いでしょ、多分。そうね。わざわざ家帰ってきて YouTube 見たいよな。そうだよ、見てよ動画、もっと見てほしい。そうで、なんで iPhone でやっぱ使えるツールアプリを作るっていうのは、一個こう障壁をこう突破するためのハードルを低くする、仕掛けになるんじゃないかなとは思っていて、でそんな中で最近喜助が iPhone アプリを作っているという話もちらっと小耳に挟みまして今日は言ったでもなんかさ、ストーリーとかでさ、ちょっとチラ見せしたりしてたよ、インスタでは。そうだからこの人はもうワンステージ上に行かれましたねっていう。いやもう全然素人同然です。いやそうだからちょっと iPhone アプリを作るっていうのが、実際なんかこうどんなものをイメージしてるのかとか、あと俺もねなんかこう、iPhone アプリというか iPhone で使えるものはちまちま作ってるんで、ちょっとそういうのを紹介しつつ、iPhone 伝道師じゃないですか。最近ね、最近特にその色を濃くしていってることそう iPhone 伝道師からして、その iPhone アプリを作ることについて、なんかこうメリットとか、実際作りてるさなかどんな感じなのかっていうのをちょっと聞きたいなと思っておりますと。で、じゃあもう早速多分こういうのはね、実物を見せた方が早いんで、実際に作ってみているアプリを、もういける？ちょっと教えてほしいんだよね。喜助はまずなんかどんなアプリを作ってるんですか？そうですね、簡単に言うとこういうアプリを作ってるんですけど、これは動画編集したことある人だったら分かると思うんですけど、動画の色を変えれるっていうアプリで、最初は動画の色を変えるだけでいいやって思ってたんですけど、いわゆるカラーグレーディングですね。そう、カラーグレーディングができるだけでいいやと思ってたんですけど、今は結構成長しちゃって普通の動画編集も全部できちゃう。わかる。なんかさ、1個作ってるとさ、全部盛り込みたくなってさ、キメラみたいな。もう全部合体させたくなっちゃう。わかる。けど使いやすいようにそこら辺は調節してる。初心者の人でも比較的使いやすくなってるかなとは思います、今の段階で。 iPhone で、動画だよね。そう、動画の色編集、っていうのも2人とも動画作ってるけど、やっぱり動画編集するってなると基本パソコン。いやそうだよ、そうもうパソコン以外ありえへんって感じなんですけど、それこそ友達のリクト君っていう、僕とまた同い年の、僕らと同い年のミニマル系の YouTuber の人がいて、その子はパソコンを持ちたくないからスマホで動画を撮ってるっていう、スマホで映像を編集してると。それを聞いた時俺らも信じられへんと、パソコン使えよ何を生産性のないことをしてんだというふうに言ってたんですけど、本人曰くスマートフォンで撮影から編集からアップロードまでできるっていう、ここにロマンを感じたり便利さを感じるっていう。なんかロマンはわかるよね、せっかくカメラついててチップが入ってて、パソコン、ほぼパソコンみたいなもんなのに、なぜかほぼ使ってないみたいな状況ね。そうわかる。そうだからねって考えた時に、漠然とそこを頭の隅に置いてたんですけど、なんかある日突然この WWDC とか今行われてて、
作れんじゃないかってなって、あれに開発者として受けたそうそう WWDC を見て開発者になれんじゃないかと思って、今の時代なら。そのアップル終わっただとか、なんかシリがどうだとかじゃない。そう俺も作ろうなんだ。そう俺も作ろうそんななんか全く成長してないとかそういうことじゃないまず作ろうっていう。そう、はあ、すごいねっていう発想に至りまして。じゃあさ、WWDC なんてまだ1週間経ってないよね。そうそうそう。だからもう超急ピッチで仕上げました。急ピッチ制作してるんだ。はい、もう寝る間も惜しんでいや、わかる。さ、俺本当に AI でさ、触っていじってさ喋ってるとさ、なんか俺にボトルネックがあるなって感じるんだよ。俺の体力がない、睡眠を削ればいいみたいな、欠落があるのは俺で、欠陥があるのが俺でそうなんかどうすれば AI さんの邪魔をしないようにできるかみたいな感じになってるまあ確かにわかるまあカラグレができる動画編集のスマホ用のアプリを作ったと、作ってると。はあ。実際さ、今その進捗率でいうと、どんぐらいなんですか？そのなんか完成、自分でイメージしてる完成図に対して結構いいとこいってんの？結構いいとこはいってると思う今。それこそ、初期で出すバージョンとしては 80% ぐらいはいってんじゃないかなと思ってて、自分の中ではね。でもやっぱりそのアプリを作ること自体が初めてだから、その初めてアプリを使う人の立場になってまだあんまり考えれてない部分があって、それを UX、使いやすさ、UX とか言ったりするけど、そういったところをそれこそ今日なごみ家とかに力を借りてアドバイスもらおうかなというふうに思ってます。いやでもさ、マジでわかる。なんかそう、普通にさアプリさ使ってる中でさ、なんか当たり前のように、例えばなんだろう、アイコンここに配置されるとかさ、なんかこういう風に挙動がこういう風に動くみたいなのをさ、もう勝手にこういうもんだとイメージしたけど、それ一から全部指示しなきゃいけないんだよね。そうなんよね。作り手になると全然目線変わるよね。作らないとわからんところはあるよね。わかるわかる、マジで。なんかこれ別に多分、ソフトウェアに限らずハードウェアというか、物を作るとマジでなんか今までブレーになんか使いづれとか言ってごめんなさいみたいな気持ちにそうねこんなにちゃんと動くんだすごいみたいな。わかるわかるよね。そうよね。で、俺キスケのやつで、いやそれ最初さ LINE でさ送ってくれたじゃん。これ作ったわみたいな。そうそうスクショしてね。そうそうそう、動画撮ってすごっと思ったのが、iPhone ネイティブのアプリを作ったことなんと思うんだよ。俺もちまちまこうアプリとかね、クロードにこんなの作りたいなっつってこう喋ってたんだけど、ウェブアプリなんだよね。そうね。第一歩はウェブアプリよね。俺もそうだし。だからそのあくまでなんかアプリっぽく見せて、パソコンでも使える、スマホでも使えるみたいなことをしてたんだけど、キスキはもう完全に iPhone ネイティブのアプリだよね。そう、これを押したらちゃんとアプリで使える。いやーすごいよね。これもう多分ハードルとしてちょっとまた上のところにあると思ってて、そこに踏み出したのすげえでも意外とやってみたらできたって感じで、別に俺には何の知識もなくても、そのやっぱ AI がやっぱ助けてくれるから今は。それでゼロからでも誰でもできるなと思う。それこそさ、直近で出たクロードのファブル、読み方合ってんのかな、ファブルで。お世話にファブル5。そう、皆さん見ました？てか触りました？有料プランだと多分ファブルを触れるのが、しかもあと 1,2 週間ぐらい自由に使えるのはなんですけど、あれです。危険すぎて封印されかけたやつとほぼ同じぐらいの性能を持ってるので、もう急ピッチで開発したってことだよね。そうちょうどタイミングが良かったんだよね。その WWDC でやる気が上がって、まずモチベ上がってでファブルが来たじゃあもうあとは自分次第みたいな。なんかこのタイミングがたまたま良かった。ファブル実際触ってどうですか？僕ね触れてないですよ。クレジ触れてないというか、触ってもいいんだけど、すんごいクレジット消費するじゃんあれ。そうね。でこれをファブルを楽しく使ってたら、通常業務ができないみたいな状況を一番恐れててそういうことか。で課金しすぎたくもないから、もう一回俺マナスに10万ぐらい月で溶かして本当に悲しくなったことがあったから、
でしかもその時さ、あれは何を得たんだっていうねそれでもまあ良かったんだけど、今ワナスで作ったものは多分今ほぼ何も使ってないからそうだよねそういうのもあるし、まあなんかベースラインを保ちながら使いたいなっていうのもあって、俺のクレジットがねなんか火曜に切れるらしいから月曜日に使おうと思ってたんだけど、だからもう真っ先に触れたキスケからして何が違った？まあそれで言うとなんか言えることと言えないことがあって、言えないこととしては、俺はファブルをまだアプリ開発でしか使ってない、っていうのも普段の作業 AI でしてた作業をファブルに置き換えたわけじゃないから、ファブルを新しく別の作業で使い始めたっていう前提がまずで、それで言うとすごく理解力があるというか、なんか今までこれもわからんのみたいなところがちゃんと全部理解してくれる、文字ベースで。いやそれがすごいなと思う。なんかそれ確かに俺もなんか口コミというか、ファブルの話聞いたわ。そう、なんか文脈理解がすごいと、なんかこう適当な情報の文脈を補足してくれるんだけど、だから補足の性能がすごいからただ、これ逆に、あまりにもクソみたいな、問いかけを最初にすると、クソをすごい連成してなんかすごくクオリティの高いクソみたいな問いかけみたいな話を聞いてクレジットもその分無駄にそうなんかよりこう使い手を選ばされるみたいなのを見て、ちょっとそれもなんか試されるなみたいなのを思ったんだけど、例えばそのアプリを開発する時も全部口頭でというかテキストベースで指示をしてるんやけど、ここをこうしてっていうもうちょっといい感じにしてとかでもいい感じにしてくれるのがすごい、そうなんかやんわりでもなんか何ミリ下にしてとかじゃなくて、もうちょっといい感じにしてでいい感じになるから、それがすごい使いやすい。確かにそれ俺もそのさ別にファブルじゃないやつで、いい感じにしてみたいなことを言うけど、やっぱなんかたまに外すから、結局そのミリ単位で指定してあげたりだとか、あとはなんかこう完成予想図みたいなイメージをざっくりなんかどっかネットから拾ってきたり自分で絵に描いたりして渡してなんかそれっぽく仕上げてもらうことは多かったんだけど、多分それも一定理解してくれるんだろう、勝手に。いやいいっすね。ちょっと俺も早く使いたいのファブル。いや使ったら多分びっくりすると思う何でもできると思う、ほんまに。いやさっきさちらっとさ来る時話したけどさ、そのファブルがその上流から下流まで行き来するのがすごい得意だっていう話が、これも口コミで聞いて、要はプロジェクトのなんかリーダー的なポジションでなんか全体を統括しつつもプレイヤー的に、今何をやるかみたいな作業モードみたいなところを行ったり来たりしながら進めるのがすごい得意みたいな話を聞いて、じゃあもうプロジェクト一つ任せるみたいな感覚ができるのかなみたいなのをすごい思ったんだよね。いやできると思う。個人というよりは、もはやチーム的な感覚にできるのかなってちょっと思って、おすすめです。なるほどね。そうで、キスケが作ったのがそういった動画編集アプリ、で僕はもうなんか本当にすみません弱小なんでウェブアプリなんです。いや何をおっしゃるんですか。ウェブアプリなんですけど、いろいろ作ってるのはいろいろ動画でもねお見せしてるんで、今回はねちょっと最近作ったもう俺のアスケン俺のアスケン俺のフレンチみたいな俺のアスケン、アスケンっていう健康管理アプリ、食事管理アプリかながあって、で結構ねだからみんな多分使ってる人もいるんだけど、俺あんま好きじゃなかったんだよね個人的に。ちょっといろんなところがっていうのと、あとちょっと使いにくさ感じたり、何より続かなかったんだよね。続けなきゃああいうのって意味ない。そう中で俺が続けられる工夫をたくさん盛り込んだのがオリジナルアスケンなわけよ。まず、これはね多分アスケンに準拠してる栄養素表示は。で自分が20代トレーニング中みたいな情報を元に基準値に対してどのくらいかっていうのを出てくるんだけど、この食事の入力が俺本当に続かなくて。いやわかる。マジで面倒いよな。毎回写真撮ったりする。そうマジで俺一番楽なのなんだろうと思った時に、もうテキストで打つのが一番楽だなと思って、例えばこう適当にね、なんだろう、今日お昼ポキ丼食べましたみたいなのをそのまま入力してもいいんだけど、さっきのやつとかだとそこに写真情報を補足して、さっきこれ入れたんだよな。ここにさプロテインなんか材料とかさ、カロリーとかカロリーとか表示されてるから、この写真をぶち込んで、なんか
それっぽい感じにしてみたいなのを入れたりだとか、あとチェーン店だったら食事の栄養表示がネットに出てたりするから、それ勝手に検索して拾ってきてみたいなのをテキストに入力できるようにしてたりだとか、あと俺朝食体調最高スムージーっつってクソまずいスムージー飲んでるからそれもう一発で入れられるようにしたりとか。いいね、その毎日自分が入ってるルーティンのやつをプリセットで保存できるのいいね。保存しといて、もうできるだけ簡単にするここ、であと最近作ったストラバみたいなのを作りたくて、ストラバってこれまた別のアプリなんだけど、ヘルスなんていうの、運動アクティビティ用のアプリがあって、みんなさインスタにさ何キロ走りました何キロペースですみたいな、何分ペースみたいな、そう、もう最近めっちゃ見るあれ、やっぱモチベになるなってさらすっていうの、それっぽいのをやっぱ実装したくて、ここの駆け出しボタンがすごいもうね、これ画像コピーしてもうインスタにもう載せちゃえるんですよ。これの例えばこれで、まあこれ今日食べた食事でいいと思う。これでもこれですわ。いいね。もうこれ。これでまあ正直恥ずかしいです。どっちかっていうと恥ずかしいまだ恥ずかしい領域。恥ずかしいし、なんかカルチャーになってないからねこんなそこから恥ずかしいんだけど、まあでもこれで一個モチベーションに、要はさサボったらバレるわけよ。お前脂肪取りすぎじゃねみたいなのがなんとなく見えるようになるから、確かに俺のモチベーションになる。多分みんなはやりたくないんだけど、こんなのやりたくないストイックすぎそうでも、まあ、やっぱ健康管理したいなってところから自分がモチベーションを作るためのなんかこう工夫みたいなのを、まあ、思い出した結果これになったって。確かになんかストラバとやってることは似てるけど真逆やな、なんかストラバってさ僕すごいでしょ、やけどこれはさなんか自分をもっと厳しくするみたいなさ、マジで真逆確かにね、晒す行為だからね。マジ真逆。最近作ったので言うとだから俺のアスケンでした。いいね。これアプリにしたらいいやん。そのまま出すってこと？もう出すでいいんじゃないやりたいよみんなでもダイエットしたい人とかはいいんじゃない？でも確かにさダイエット赤みたいなのあるもんね、インスタとかさ、ツイッターでさ今日何食べましたとか何運動しましたとか、体重どんぐらい減りましたとか、それこそ俺も痩せたいし、そうあれよ、それも俺体重変化予測グラフも実装したからまあちょっとまだ動機とかはできたいんだけど、多分このままいくとあなたこんぐらい太りますよとか、確かに痩せれますよっていう、ヘルスケアアプリとかとつなげれたらめっちゃそれをしたいなとは思いつつ、でこれだと俺ちょっと体重を測る習慣がなかったんだけど、それもできんじゃないかなっていう。いいね。確かにね、継続でしやすい。そうマジでなんか俺はどんだけこう自分のモチベーションをコントロールするかっていう方向でアプリを作ってますね。なるほどね。まあそんな感じで最近作ったので言うと、まあこういうアプリを作るときに、俺一番やっぱ大事なのが、だから作るハードルはもう減ったわけで、だいぶ下がったわけで、そうね、もう誰でも作れる。ど素人2人でもそれぞれ自分の好きなアプリを作れるようになってる中で、じゃあ何かっていうと作りたいものを思い浮かべる。そうなんだよそれが一番むずいんだよなそうこれがやっぱ一番大事、だけどまあ難しいっていう中で、もうさ作ったアプリがあるわけじゃん。キスケはこのアプリ、この動画編集のアプリは、どういうところから課題感とか、なんか何が欲しいみたいなところからスタートしたの？まず、俺のチャンネルでは結構 iPhone の動画の撮り方とか、それこそ設定動画とかをいっぱい出してんねんけど、その中で iPhone って、プロシリーズだったら Apple Log っていうのを撮れるんですよ。使ったことほぼないっす。プロレスローとかほぼないっす。普通の純正ビデオで撮った映像よりも情報が多く残ってて、色を後からいじりやすいみたいな、ざっくり言うとそんな感じの機能なんですけど、ほとんど使ってる人見たことないと。使ってないよ別に俺もそんな頻繁に使ってないから。なんなら俺キスケしか見たことないかもしれないでもそのレベルで結構さガジェットとかテックが好きな人は多いはずなのに、なんか iPhone でそこまで本格的な動画を撮ろうと、本格的なというか、やろうとしてる人をほぼ見ない。そうね、そう
だからまだ見ないっていうのが、課題。それこそほとんどいないっていうのが課題。あれ結構前からあるよね。だいぶ前から。4、5年前ぐらいから。15プロとかでも使えたんじゃない？じゃあ2、3年か。そう。でも、ろくに使ってないですね。そうよね。周りも使ってる人見たことない。みんな使ってない。Apple ログを使ってないっていう課題があって、で使うためには基本はパソコンで編集するのが前提なんですよ。いやそうだよ、そうだと思ってるよ。ダヴィンチリゾルブとか、その専門性の高いソフトに取り入れて色を編集するのが今までなんですけど、それを iPhone でできるようにしようって思ったのがこのアプリを作ったきっかけ。はあ、iPhone でやるメリットはどこにあるの？そのパソコンの方が画面で消えちゃう。それは最初のリクトの話でもあった通り、撮影から編集アップロードまでを1個でできる。っていうのと、あとパソコン持ってない人も多いから、パソコン持ってないし、編集ソフトを一から勉強するの難しいって人にもより簡単に。そうだと思う。いや確かにね、さ動画さ、別に撮って Google フォトとかで思い返せばいいじゃん。確かにその日常のやつとかってなんか自分が仕事として動画を扱ってるからパソコンに動画を取り込んでるだけであって、普通はいらないいらないというか触りたくないよね。触りたくない、でそれこの僕のアプリはワンボタンでその Apple ログの状態からいつもの見てる状態、レック709っていうんですけど、それに一発で変換できるボタンがあって、もうここにこのソフトにこのアプリに、動画素材を入れればもうこれボタンを押したら一発で元に戻ると。でこっから自分の色を作れる。なるほどね。一見さ二度手間挟んでるだけじゃないみたいに、なんかこう素人感覚では思っちゃうというか、別に普通の iPhone の普通の動画形式で撮ればいいのに、なんか一瞬白黒みたいなの挟んで、確かになんでやるのって思うけど、それはだからカラーグレーディングがやっぱできるってところなんだね。そうね。あとめっちゃ綺麗。全然違う、比較しても。そうなんだ。Apple ログの方が圧倒的に綺麗やし、それこそプロレスローとか撮ったらもっと全然違う、からそれをみんなに知ってほしいっていうのはすごいね。だから YouTube やってるからこその課題感だった、ね。こんなに俺は言ってるのになんで使わないんだっていう。こんなに俺はプロレスとかログの説明をしてるのに誰も使わないっていうこの課題をもう耐えきれずにアプリ作っちゃいました。いやでもすごいね。確かにさ、俺すごい思ってたの。YouTuber とか、コンテンツを作る人ができるのって、その人に情報とかきっかけを与えることはできるけど、そこまでというか、実態を与えられないわけじゃん。いやほら iPhone すごいいいんすよっつっても、iPhone がすごいいいことは伝わったけど、iPhone の価値を与えられてるわけじゃないというか、なんかそのもどかしさ、その最後の一距離を俺は詰められないんだなっていう感覚は俺すごい別に iPhone に限らずずっと動画やってて思ってたんだけど、そういうコンテンツを作る人にとっては、さらに一歩その視聴者というかユーザーの人とかに近づけるような装置がもう自分で作れるようになったってことなんだね。そうね。なんか自分の商品を、例えばこれ作りましたっていうのは多分相当難しいと思うんだけど、今の AI 時代やったらそういうソフトとかアプリとかはみんなに使ってもらいやすいんじゃないかなと思う。確かにね。いやそうだよね。だってiPhone 持ってればこれダウンロードできるっていうことだから、なるほどね。なんかそう思うとコンテンツを作る人とかなんかこうメディアとか情報を持ってる側ができることが増えた感じがすごいいいな。なんか武器が一つ増えた感じはいい未来ですね。なるほどね。じゃあ課題感としては俺はこんなに言っているのに、そうみんな使ってくれよっていう、なんか Apple ログのだからせっかくプロ持ってるのに Apple ログを使わないのはもったいなくないっていうのがある。その LINE と YouTubeと普通のカメラを使うだけやったら別に無印でいいわけや。そのプロを持ってる意味っていうのはそういうプロになれるんですから。プロを持ってるってことは。アップルの純正のアプリとかなかったの？言い方を変えればあるっちゃあるっていうのも、撮影するときにもうプロレスログで撮ってるけど色も載せちゃうみたいな方法があって、ただそれだとちょっと後から編集するときに
まあちょっといじりにくかったりとかするから、なるほどね、まあ、できるだけフラットな状態で残すってなったらやっぱログでそのままになっちゃうって感じかな。いやなんかそう思うとすごい架け橋になるようなアプリだね。iPhone で、なってくれたら嬉しいよそこまで別に大したことをしてないから。いやいやでもさすごいくない、iPhone で撮って、とりあえず撮って、まあ思い出として見返すぐらいの人と、パソコンでガチでカラーグレーディングする人の差が結構開いてる間に行くわけだよね。iPhone で撮ったやつをでもちょっともう少しいい感じの映像にしたいとか、見た目良くしたいみたいな。そうそう、まあでもほんまにその通り中間というか、そうだよね、そこになりたいって感じかな。なんかカラグレっていうとまるで映像編集者向けみたいに聞こえるけど、確かにこう初心者というかあんま編集したことない人のちょっと一歩ハードルを下げてくれるような存在だね。いやいいね。そのソフトというかアプリになりたいよね。いやすごいな。いや iPhone アプリ作ったってのがまあすごいけどな。いやでも iPhone アプリを作ること自体は多分そんなにハードル高くなくて、そのウェブアプリと iPhone アプリの違いって何かっていうと、Apple を通してるかどうかぐらいの差であって、その Apple の審査が通ってるとか、Apple 公式の、Apple ディベロッパープログラムみたいなのに参加してるかどうかの差であって、なるほど。別にこれアプリ実装すること自体のハードルは今はもうそんなに高くない。マジでクロードと喋ってれば割といけるんだ。割といけるからなんか別にウェブアプリでもアプリでも関係ないっていうよりも中身の方が大事。なるほどね。なるほどね。やと思う。いや確かにな。それさ、それで言うとなのかちょっと俺も分かってないんだけど、iPhone の俺メリットってやっぱ割とみんな持ってることが結構でかいと思ってて。でかいと思います。特に日本人ね。そう、日本ではなんだか日本でか海外に関しても、なんかAndroid の方がシェア多いですかみたいなこと言うけど、Android って細分化されてますやんって話、でこうソフトウェアアプリをこう一発でパーンって出せるのはやっぱり iPhone とか、Apple のエコシステムの中で、それこそさクロードのなんか新しい機能とかも含めて、Apple の製品から先に出ることってすごい多いのは、やっぱその規格が全部揃ってるからっていうのは圧倒的な強みなんですよ。そうね。あとなぜか知らんけど安心感あるしね。審査を通ってるからっていうのもあると思うけど。確かにね、なんかやっぱそれはブランド価値っていうのは一個あるね。アップルストアに並んでたらなんか安心感あるみたいなのがやっぱアップル強いなと思う。なるほどね。いや確かにそうやってちょっとなんかさ、その最近 iPhone のが全然変わってなくねみたいな、こう人いるじゃん、俺とか、マジでそうや直近出してましたねいるじゃん。でなんか折りたたみ最高ですやんとか、1インチセンサーのカメラのスマホ最高ですやんみたいなことあるけど、こうやって個人開発者みたいなこう人たちがどんどん増えてきた時に、結局こうだってさ iPhone アプリ作ってるわけじゃん、みんなが使ってるわけで、しかも作りやすいから。で中で iPhone を使ってるか使ってないかが、なんかそういう細かいものへのアクセス権につながる可能性はあるなってすごい思った。確かにね、使ってる人が多いイコールやっぱ、その分成長も早いかったりするしね。そうだ、なんだかんださ、なんか WWDC に文句言ってる人は多い、俺とかねいや俺別にあれめっちゃ肯定的に捉えてんねんけどさなんか世間はさなんかお通夜モードになっててさなんか俺がおかしいんかなみたいな気分になるけど、分かりやすさがなかったのと、あとどうしてもなんかAI なんかちょっとこう遅れたのねっていう雰囲気を払拭できなかったっていうのはあるだろうね。でもこれは俺動画でも喋ったんだけど、それがなんか直接的なすごいこうアップルの否定的な、ムードにする必要はないと俺は思っているというか、アップルが持ってる価値って別にあるんだから、アップルを使い続ける理由では全然あると思っていて、で俺今話したようなそのちっちゃいニーズに応えるものを個人の人がバンバン作っていった時にそれにアクセスする権利が iPhone にしかありません。そうね、それは強いよね。強いね、そういう状況には間違いなくなんかなってきているなとは思ったな。確かに
それはそう思うわ。こういう差があるとやっぱりプラットフォーマーってすごい強いなとは、ハードウェア握ってるのはすごい強いなと思う。いやマジ強い。アップルはすごいよやっぱなんかねアップルってすごいんだよなほんまに。一流である、本当になんか一流だなって思う、全てにおいて。キスケはさ、だからなんかより iPhone に最近はだから、こだわっているのは、まあ今俺が話したようなところもあると思うんだけど、多分他にもあるよね、伝道師としては。なんか iPhone の分かりやすい訴求ポイントとかって。いや俺さ、これ訴求ポイントかどうか分からんねんけど、iPhone って毎年カメラしか進化してないみたいなまあ俺はそんな感覚だし、なんなら世間的にも俺そうだと思ってて、これはなんかまあさ、新しい iPhone をさこう買ってきてさ、なんかみんなの前でさ、じゃあ写真撮りますと、お新しいのじゃんみたいな、なった時にカメラどうってなる。ああそうよね。というかカメラしか聞かれない。カメラしか聞かれないっていうのも、その理由はちょっと個人的に考えてるところがあって、まあ、カメラ以外がまず完成されてると、他のところがもうすでにある程度、でしかも俺的にも一番カメラが劣ってると思う。ああなるほどね、カメラがまだ足りない。改善の余地があるのは、カメラなんだ、まあ OS とかもあったけど、まあ、27でだいぶ良くなったからあれやけど、カメラがやっぱセンサーサイズとか、そういう物理的なアナログ的なところにまだデジタルが勝ててないから、結局その1インチセンサーを積んだカメラの方が綺麗に映るとか、APS-C の処理ができるだとか APS-C だとか、普通のカメラで撮った方が綺麗になるとかっていうのがやっぱそこがまだ全然足りてないから、もっとカメラを重点的にアップデートするべきだと思う。なるほどね。てか、確かにそれ今聞いて、キスケは iPhone のカメラに期待をしてるんだなっていうのを思って、俺はもう iPhone に限らず、スマホのカメラっていうのはスマホのカメラみたいな、すごい強い認識があって、もういわゆるな一眼みたいな、あとまあデジカメみたいなのとも全然かけ離れた存在だと思うんですよ。でもキスケはもうここは近づけるって思ってるんだね。もう全部カメラやめて全部 iPhone にしたいもん。最終的にはね。まあでもさ、そうあるべきな。なんかこんなさボタンがさごちゃ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 ついてさ、なんかもう落としたら一瞬で終わるみたいなさ、確かにワンボタンでピッて押して、でここで全部編集できてアップロードできる方がいいに決まってるから、それは。でもそのクオリティがまだ iPhone には足りてないから、もっとそこを頑張ってほしいと思う。なるほどな。なんかさ、俺スマホへの期待値をもう勝手に失ってたわ。勝手に。なんかそのこんなもんだみたいな。もうなんかこんなもんでしょ。もうこれ以上何もないと思ってたな。そんな、まあせいぜいカメラがあとはひたすら良くなって、チップがひたすら賢くなって、バッテリーがひたすら伸びていくだけだと思ってたけど、だから俺今日話すことに、iPhone の先の話をとかもしてたデバイスどうなんだろうみたいな、AI デバイスって何なんだろうみたいな。で、そうだから AI が、まあ俺まだなんか AI が一番輝けるハードウェアはまだ出てきてないと思ってるんだけど、なんかさ、よくいろんなメーカーがちょっと試行錯誤してるじゃん。なんかイヤホンにつけてみたり、メガネにつけてみたり、なんかネックレス型にしてみたりとか、いろいろしてるけど、まあ、まだ正解は出てないなというか、なんか、これじゃねみたいな雰囲気はまだないなって勝手に思ってるんだけど、それはもう前提、スマホはもう終わったそうですよね。スマホではないと。スマホではないだろうとか思ってたんだから、今オープン AI だっけな、そうがスマホを開発してるんですよね。そうなんや。そう、チャット GPT スマホが。そうで、だから俺は何をやってるんだサム・アルトマンはって俺はなんでスマホなのみたいな。なんかいや結局みんな今触ってるのスマホだからとかみたいなこと言ってて、まあ分かるけど、本当になんかあなたの役割それはみたいなのを勝手に思ってたんだけど、なんかキスケの話を聞いて、ちょっと俺が偏ってたなっていうのは今すごいね感じた。スマホへの期待値を勝手に捨ててたなみたいな。まあまあ確かに、なんか俺は結構同時に全部期待してるタイプやねんけど、そのメガネも期待してるし、そのウェアラブルも期待してるけど、まあ、スマホの可能性もまだ捨ててないというか、スマホにも頑張ってほしいと思ってるし、まあそうだな。でも結局なんやかんやスマホって便利じゃないっていうのはあるよね。一番捨てちゃいけないものはまあ間違いなくこれだよね。なるほどな。いやちょっと改心しました。マジで多分まあ
この前の WWDC のなんか自分なりの話みたいなのは、まだ俺マシだと思ってたんだけど、去年の iPhone17 Pro レビューとか結構ボコボコに言ってたんだよ。ボコボコに言ってたな。この見た目は好きじゃない。見た目は好きじゃないですよ。見た目は好きじゃない。見た目は好きじゃないですけど、なんかまあもうスマホへの期待値ってまあこんなもんだよなみたいなことを勝手に思ってたんだけど、いや俺は17プロからプロレスローが撮れるようになってきたーってなって最高やこれってなってたのに、みんなはもうなんかこのデザインが好きじゃない、俺デザインも好きやし、しかも17プロだってなんかほぼ裸になんか甲冑みたいなんですけど、バンパーつけてさいや俺ほんまに好きなのよめっちゃ。いやそうだからキスケが iPhone17 Pro 最高とか言ってるのを見て、なんか何がなんか違うもん見てんのかなみたいな。いやもうそれはまあでも俺が世間とずれてる方ないかもしれんけど、でもめっちゃ好きっていうのもあるし、まあこの気持ちをちゃんと大事にしたいなと思う。この好きの気持ちをそう周りが嫌いって言ってるから自分も嫌いになるんじゃなくて、ちゃんと自分が好きって思ったらもうそれを貫こうとは思う。なるほどね。いやでもその結果、ここまでまあ自分で iPhone アプリを作るまで行って、そして俺が今改心するぐらいまでは納得感があったから、ほんまに、そういうこと。いやなんかなるほどね。ちょっとそれこそ今年もどうせ iPhone 出るわけじゃないですか。iPhone 以外にもいろいろ出るわけじゃないですか、スマホが。なんかちょっと見方を変えようかなとは思ったな。なんか AI って頭がすごいってて AI のハードウェアなんだろうみたいな気持ちになってたけど、なんかもうちょいフラットに見ようとは思ったな。すごい。なんか個人開発の話からここまでなんか自分の姿勢を変えられるとは思ってなかった。よかった。いやなるほどね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあそんなわけでですね、キスケさんに来ていただいてですね、iPhone 伝道師として、これから伝道師になれるように、伝道師見習いみたいな感じで。伝道師そのランクがある。ランクがあるから。上豆さん。豆さん。なるほどね。まあじゃあ伝道師見習いに来てもらったんですけど、なんかちゃんと俺はなんか改心させられたんで、キスケのチャンネルもぜひ概要欄の方から見てみてください。ということで近々このアプリを出そうと思います。そうだね。続報は何で見るのが一番いいですか？インスタですか？ YouTube ですか？ YouTube で動画を出すので、YouTube でぜひキスケの YouTube も見てみてください。あとそうね、さっき言ったプロレスがいかにすごいかみたいな話を、俺はなんかつって10秒とか10秒こんなんできんだとかやってたけど、なるほどね。ちょっと俺もう一回ちゃんとその気持ちで見てみよう。見方が変わりそうですね。ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。